こんにちは、ぶらりチャンネルです。久々の動画になります。私はロンドンを拠点にアーティスト、デザイナーとして活動しているのですが、なんと先月グローバルタレントビザを取得することができたので、本日は私が自力で取得したグローバルタレントビザについてお話ししようと思います。このビザ、正式名称はグローバルタレントビザ、アーティスト、デザイナー、クリエイター、研究者、IT 企業に従事する人などが取れるかなり特殊なビザなのですが、会社のスポンサーなし、雇用契約なし、それでもイギリスで合法的に住め、フリーランスやアーティストとして活動できるビザになります。このビザ、なかなか情報がなく、日本語でも英語でもいろいろ情報を探してもなかったため、英語の公式ドキュメントを印刷し、一つ一つ調べながら手探りで申請しました。審査結果を待っている間、持っていたビザの期限も迫ってきて、毎日本当に胃が痛い日々を送っていたので、もしこのビザに興味を持っている人に少しでも情報をお伝えしてアドバイスになればと思い動画にしました。ざっくりと全体像と重要なポイントに絞ってお話しし、具体的な書類の中身や推薦状のドラフト、メールのテンプレートなどは概要欄のノート記事にまとめているので、もしよろしければ見ていただけると嬉しいです。では行きましょう。グローバルタレントビザが何なのかを整理します。このビザ、一言で言うと、イギリス政府が世界に優秀な人材を受け入れるために作ったビザになります。普通の就労ビザとは何が違うのか。一番大きな違いは、スポンサー企業が不要だということです。就労ビザ、イギリスではスキルドウォーカービザと言われるんですが、そのビザはイギリスの会社に雇ってもらう必要があります。ただ、このグローバルタレントビザは違って会社に縛られなくてもいいビザになるため、フリーランスとして働いてもいいし、働かずに自分の作品制作に集中してもいい、かなり自由度の高いビザです。分野は大きく3つに分かれます。1つがテクノロジーエンジニア系、2つ目が研究者、学術系、3つ目が私のゲットしたアーティストクリエイター系です。私の申請したアーティストクリエイター系の分野は、まずアーツカウンシルイングランド英国芸術評議会という機関の推薦状が必要になります。このビザの対象になるのは、デザイナー、アーティスト、映像作家、建築家、ミュージシャン、パフォーマーなど、クリエイティブな分野で活動している方が中心になります。ただし、クリエイティブな仕事をしているから全員取れるというわけではなく、先ほどお伝えしたように、アーツカウンシルイングランドの審査があり、それを通ったら申請できるビザになり、それなりにハードルが高いです。ただ、私のようにそこまで実績が多くない状態からでも審査を追加することができます。重要なのは実績の量よりも書類の質と戦略だと思いました。このビザには同じ分野の中に2種類のルートがあります。1つ目が Exceptional Talent、 例外的才能枠。2つ目が Exceptional Promise、 例外的将来性枠。一つ目のタレントはすでに業界のリーダーとして認められている方向けです。国際的な実績が豊富でもう十分に活躍している方。ビザの期限は3年で永住権への最短ルートになります。プロミスはこれから活動が期待されている方向け、将来性を評価してもらう枠です。ビザの期限は5年になります。多くの若手アーティストやデザイナーはこのプロミス枠の申請になり、私もプロミス枠で審査が通りました。よく5年の方が長いからタレントよりもプロミスの方がいいのではと思われる方多いんですが、これは逆で、タレントの方は3年で永住権が目指せるので、実績がある人はこちらのルートに応募するのがいいと思います。ここで重要な注意点が一つあり、どちらのルートでも学生時代の実績は一切カウントされません。卒業制作展、学内の賞、学内のグループ展、これらは実績として提出ができないため、
要注意です。このビザはプロとして活動して得た実績のみが対象になります。これを知らずに準備を進めて、いざ書類を作る段階で使える実績が少ないと気づく人も多いため、早めに把握しておいてください。次に申請のステップとスケジュールについて説明します。申請の流れは大きく2段階あります。ステップ1がアーツカウンシルイングランドにエンドースメント申請です。エンドースメントというのは、この人はビザにふさわしい人材ですという推薦を審査機関からもらうためのプロセスで、CV、実績市場、推薦状の3点をまとめて提出します。公式には審査期間は最大8週間とされているのですが、私の場合は3ヶ月半かかりました。周りの話を聞いても3ヶ月以上かかることはよくあるそうです。なので、ビザの期限だったり、そういう期限が迫っている方は要注意です。ステップ2はホームオフィスにビザ申請です。エンドースメントが承認されたら、今度はイギリス政府、つまりホームオフィスにビザ申請をします。この申請はエンドースメントを受け取ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。通常のビザ申請は最大3週間かかりますが、プライオリティサービスという追加オプション、約500ポンドを払えば最短5営業日程度で取得することができます。私は今持っているビザの期限が迫っていたので、このプライオリティサービスを使いました。このようにスケジュール管理が本当に厳しく、早く動きすぎるとエンドースをもらって3ヶ月以内にビザ申請という期限に引っかかり、せっかくビザの期限がたくさん残っていたのに、もう新しいビザを申請しないといけないという状況になってしまったり、また遅すぎると今持っているビザの期限が切れるという状況も起きるので、かなりストレスポイントだと思います。私のおすすめは、少なくとも申請の1年前から準備を始め、書類の準備だけではなく、推薦者への依頼や実績の整理にも時間がかかるので、先に取り掛かることをお勧めします。一つだけ知ってほしい救命措置があるのですが、ビザの期限が迫っている人は、ステップ1の結果を待たずにステップ2のビザ申請を先に出すことができます。申請中は現在持っているビザが延長される仕組みなので、もしビザが切れてたとしても、イギリスにいる場合は滞在することができます。なので、期限が切れそうな方はこの方法も選択肢の中に入れておいてもいいかもしれません。次に、必要書類の概要について説明します。アーツカウンシルイングランドへの申請に必要な書類は大きく3つあります。先ほどお伝えしたように、1つ目は CV、英語履歴書。これは日本の履歴書とは全然違い、学歴、職歴だけではなく、受賞歴、展示歴、メディア掲載歴、パフォーマンス歴まで、アーティストとして全経歴を英語で記載する必要があります。重要なのが A4-2 ページ以内に収めることです。また、LinkedIn の URL だけを出すのは不可になります。必ず PDF で独立したファイルとして提出をする必要があります。2つ目が実績資料です。これが一番時間がかかり、ボリューム量があります。提出できる実績には3種類あります。メディア掲載、受賞歴、展示活動実績、この3種類です。審査要件として、例えばプロミス枠の場合は、メディア掲載2点、展示実績2点だったり、メディア掲載2点、受賞1点、展示実績2点、受賞1点のいずれかを満たす必要があります。ただ、最大10点まで出せるので、私は3つのオプション全部を満たせるよう10点フルで提出しました。実績は1点につき A4-2 ページ以内の個別 PDF にします。フォーマットを全10点で統一して、審査官が一目でどのカテゴリーを書いているものなのかということを分かるようにしました。個人的にこの中で一番実績をまとめるのが難しかったのがメディア掲載です。これはただ自分の作品を紹介してもらった記事だったり Q&A 形式のインタビュー、これらは認められません。専門の批評家、キュレーターがあなたの作品を評価した記事である必要性があります。これを満たす記事を書いてくれる媒体を見つけるのに一番苦労しました。
このメディア掲載の詳細な基準、実際に私がどうやって媒体を探したかなどの詳細はノートで全部公開しているので、よかったらご覧ください。3つ目は推薦状です。アーツカウンシルイングランドが認める業界で地位のある方から3通、それぞれ英語で署名、推薦者の CV 添付が必要です。3通には細かい条件があり、1通目は英国の文化団体に所属している方、2通目はまた別の文化団体から、3通目は著名な個人または第三者の文化団体からという形になります。このビザ、審査が厳しく、私の周りでも受かった子や落ちてしまった子いるんですが、いろいろ話を聞いたところ、注意するポイントがいくつかある気がしたので、それを少し今話したことに重複する部分もありますが、改めて紹介しようと思います。パターンその1はメディア掲載が Q&A 記事だったということです。このメディア掲載というカテゴリーはすごい曖昧で、一番落ちる可能性が高い部分だと思います。例えば実績のある雑誌に自分の作品が取り上げてもらっても、それがただの Q&A 形式だったら認められなかったりするということです。なのでちゃんと誰がこの記事を書いてるのか、その人の経歴もきちんと聞く必要があると思います。2つ目が AI 記事疑惑です。私の友人がまさにこれで落ちてしまったのですが、掲載してもらったメディア記事が AI で書かれているとアーツカウンシルイングランドが疑った場合で、これってなかなか判断つきにくいと思うのですが、最近増えているケースのようです。なので私は執筆してもらった方の名前と連絡先を明示して、もし疑いがある場合は確認することができますという文章を実績の中に入れました。3つ目はコミッション記事疑惑です。お金を払って記事を書いてもらった場合、コミッション記事と判断され無効になることがあります。グローバルタレントビザの需要の高まりで、イギリスではお金を払えば記事を書いてくれるサービスも増えているのですが、それは選択は慎重にしていただき、選ぶ必要があると思います。そしてパターン4、CV でデザイナーと判断されることです。デザイナーとしての職歴が強調されすぎて、アーティストではなくデザイナーと判断されてしまったケースもあるそうです。このビザ、なかなか謎ルールではあるんですが、自分の作品が商業的に使われただったり、アートフェアなので売れてお金が儲かったなどということが記されると NG になります。なので職歴の説明ではクライアントワークとしてではなく、自分のテーマや思想がどう仕事に反映されているかという切り口で書いた方がいいかなと思います。そして最後にお伝えしたいことが、アーツカウンシルイングランドのガイドがあるので、それを忠実に読み従うということです。とても詳しく要項が書かれているので、英語のドキュメントを読むのは少々大変ですが、アーツカウンシルのルールにのっとっているかを確認しながら、実績市場 CV 推薦状を作っていくのが肝かと思います。最後にまとめますと、グローバルタレントビザはアーティストがスポンサー企業なしにイギリスで活動できるかなり自由度の高いビザです。申請はアーツカウンシルイングランドのエンドースメントから始まる2段階のプロセスで、 CV 実績市場推薦状の3点が必要になります。準備は1年前から、スケジュール管理は念入りに、公式ガイドを一行一行確認しながら進めることが審査通過への近道だと思いました。この動画では全体像とポイントを絞ってお話ししました。今日話した内容をさらに深掘りしたい方、実際に申請を考えている方には概要欄のノート記事を見ていただけたら嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。今後はイギリスやヨーロッパのデザイン情報、
カルチャー情報などを発信していきたいと思っていますので、よかったらチャンネル登録お願いします。